どうも皆さんこんにちは。ロックンクローラーズです。今週も週刊アルシンクローラーをやっていこうと思います。春本番ですね、もうね。僕がラジコンを始めたですね、4年前、ちょうどコロナが始まった、2020年の4月、3月末ぐらいかな。そこでですね、ラジコンを買って、今こうやってね、ブログが続いているわけなんで、春になるとですね、当時のことを思い出しますね。ということでですね、今週の週刊 RC クローラー一発目なんですが、これからいきますかね。アキシャルの SCX-103 のラングラーのキットですね。これ、さっき話した僕が2020年の3月末にですね、購入した初めてのラジコンキットです。がついにディスコンティニュードってことで廃盤生産終了になってしまいました。ちょっと前の記事でね、なんか型番がね、2つ、ここにね、これか、B っていうのがね、なんかね、加わった型番が出たんですよね。で、なんだろうなと思ってたんですよ。で、まあ、なんかそう管理上のあれなのかなと思ったんですけど、過去のね、事例を見る限りですね、B っていうのがつくとですね、必ず廃盤になるっていうのもあったので、ちょっと不安だったんですが、やはり廃盤になってしまいました。ということでね、アキシャルのキットはですね、どんどんなくなってですね、現在はいわゆるビルダーズキット、このね、ベースキャンプと SX10 Pro、この2つしかなくなってしまいました。リフトとかカプラのキットもね、もうなくなってしまったのでね、いわゆるボディ付きのですね、フルコンプリートのキット、コンプリートって言わないか、フルキットは、もうね、アキシャルからなくなってしまったという感じですね。まあ、これはアメリカのラジコン文化がこういうキット文化ではないので、まあ、しょうがないのかなっていう気もしますが、ちょっと寂しいですね。そしてね、調査を続けているダートオーバル RC なんですけれども、ちょっとね、本当に導入しようかなとか、ちょっと最近考えています。で、この記事ではですね、ベースになるシャシはどんなものなのかってことでですね、要はクローラーだとね、アキシャルとかトラクサスとかエレメントとかレッドキャットとかっていうのがあるよっていうのはね、情報として分かってたんですけど、ダートオーバルの特にスプリントの場合ね、どんなものがあるのかっていうのをちょっと、調べてみました。まあ、基本的にはですね、ダートオーバルはもちろんレギュレーションというものがちゃんと存在します。団体がね、設定してあるレギュレーションがあってですね、まあ、こういうバンパーが必要だとか、この衝撃吸収材製のフロントバンパーが必要とかですね、4輪独立サスペンションじゃなきゃいけないとかね、シングルスピードですとか、まあいろいろあるんですよね。で、まあ基本的にバギーシャーシなんですけれども、まあこういうですね、ダートオーバル RTR っていうですね、アソシの、製品をズバリそのものもあります。でもこれはね、ストリートストックスタイルですよね。スプリントではありません。まあでもね、なんだかんだ言って結局バギーシャーシなんですよ。まあこういう四輪独立のね、WC ボーンの、バギーシャーシが基本的にはメインなんですけど、ダートオーバルってね、反時計回りにずっとぐるぐる回るんで、こうやってね、左側にですね、重心を置くんですよね。まあそういうのでですね、面白いシャーシがいくつかありました。まあ、コンバージョンシャーシというね、ちょっとマニアックなものもあるんですけれども、ちょっとこれはレベルが高いかな。アソシのね、とかロッシとかのね、バギーシャーシをこれにコンバージョンするって感じですね。LCG 的な感じですよね。で、まあやっぱりですね、ダートオーバルのアキシャル的なもの、メーカーっていうと、このカスタムワークスみたいですね。基本的にこのカスタムワークスが、その今日団体とかも設立して、当時、もうだいぶ前にね、盛り上げてきたっていう、先駆者であり貢献者でもあるみたいです。なのでこのカスタムワークスっていうところのメーカーのシャシを買うと、まあ初めは間違いないのかなって気はします。でまあこれ A メインとかでも売ってるんですけれども、これはねエンフォーサーとかってやつで、これはねウィングがついてないタイプのものなんですよね。で、こっちアウトロー5っていうね、スプリントカー。これがですね、いわゆる僕が欲しいタイプのこのウィング付きのですね、スプリントカーのキットですね。これボディも付いていて、タイヤとかね、その辺は別なんですけれども、このキットが499ぐらいで売ってます。これですね。あとはですね、57デザインっていう、ここはもうあるんですけど、これはまああれだね、ちょっとコンバージョン系のメーカーですね。そしてチーム GFRP っていうね、ここがちょっと僕気になっていて、ここもですね、このボディ付きのキットっていうものを出しています。でタイヤはもちろん付いてないです。こういうやつね。
650ドルっていうね、まあ高いですね。で、日本への発送もこの公式ページからはね、ちょっとまだね、してくれてないみたいで、つまりですね、海外からですね、需要っていうものがないんでしょうね。カスタムワークスのホームページもそうでしたけども、アメリカ国内でしか、多分流行ってないんでしょうね。今後ですね、流行ってったら日本とかでもね面白いなと思うんですけど、これ多分日本の方好きな人多いんじゃないですかね。こういうのね、バギー系とかレース系やってる方はですね、物足りないと思っちゃうのかな。でもなんかこういうコアな感じ、僕は好きですね。テクニカルなねバギーコースをねガンガン走るよりも、周回していくっていうそしてスケール系であるっていう点でね、僕はすごく好きです。興味があります。そしてですね、これ RC フォイールドライブの製品のちょっと紹介になるんですが、実際は CC ハンドなんですけれども、エレメントのね武士道、これねジムニーのやつ、ぶっちゃけ武士道って、僕もね今度レビューするんですけれども、RTR そのまんまだとね、特にホワイトのやつ、ぶっちゃけあんまりかっこよくないんですよ。でもね CC ハンド RC フォイールドライブの手にかかるとですね、こんな感じでですね、非常にですねかっこよくなりました。これはボディのね作り込みの、テクニックが相当高いですよね。こういうね墨入れとかもしてありますしね、ちゃんとねリアに見えるんですけれども、 CC ハンド製のですねこういうパーツがですね RC フォイールドライブでいっぱい売っています。結構高いですけれどもね、こういうものでやっていくとですね、このスズキのロゴが入ってるねグリルとかね、これはやっぱねあるといいですよね。このエンブレムはね、こういうのでねカスタムしていくと結構かっこよくなるんじゃないですか、武士道って気がしています。っていうかですね、武士道は意外とアメリカではですね、パーツ多いんですよね。注目されてるのかな、注目されてるっていうか好きな人多いんでしょうね。このいわゆるジャパニーズの K4 区的なやつね。なんで、無視されてもおかしくないような車種だと思ってたんですよ。でも結構いろいろ出ていてですね、他のメーカーからも出ていますね、武士道関係は。ちょっと僕もね、武士道なんかかっこよくしてみたくなりました。そしてチームアソシエイテッドからですね、7分の1スケールのフーニガンのね、この SR7RTR が登場しております。これね、去年の10月ぐらいになんか登場するよって僕ブログで紹介してるんですけれども、なんかその後実際に登場発売は、してなかったみたいですね。で時間が経ってね、今春になって、それが登場したということみたいです。おそらくちょっとした改良が行われてたのかもしれないですね。わからないですが、想像ですけれどもね、7分の1スケールのフーニガンのこのトラックということでね、全長711メートルですね。ミリですね。711ミリ。71センチぐらいってことでね、でかいマシンです。非常にですね、これかっこいいんでね、遊んでみたいですね。これですよ。4セル、6セル、どっちか選べますが、ちょっぱやマシンですよね。楽しそうですね。そしてですね、ちょっと注目している、メーカー、デザート RC というですね、LCG 系のメーカーがアメリカにあります。そこのね、製品の紹介をしております。このメーカーね、このボディがなんかね、やっぱり一番まず目につくんですよね。バグトラックボディってことで、これワーゲンの、ボディですよね。これを独自にですね、こういう塗装のね、カスタムをしているんですよね、この方ね。オーナーの方、こういうねちょっとこうカトゥーン的なものとかですね、いろんなワンオフで作っているものですね。これだから一点物ですよね。それに加えてこの LCG のねシャーシもオリジナルコヨーテっていうねシャーシ作っていて、こういうねパーツスケートとかねスライダーとかもちゃんとあります。でこういうセットでね売ってたりします。ボディとこれルーフラックらしいんですけれども、64,600円ということでね、結構な値段しますが、やっぱりこのボディに対するですね、付加価値ですかね。で、このボディね、多分これタミヤのワーゲンオフローダーのボディですよね。ってことでですね、これだと思います。アメリカでこのボディスペアで入手するといくらぐらいするのかわからないですけれども、これ日本だとスーパーラジコンだとね2800円ぐらいでですね、この
スペアボディセット全部ついてるやつね。このライトとかもね。それが2800円で売ってるんで、これはやっぱね、日本に住んでる我々の特権だということでですね、僕はですね、早速このワーゲンオフローダーのですね、ボディを買いました。Amazon で。定価3800円ですけれども、今なんかね、4180円で上がっちゃってるんですけれども、3200円ぐらいで売ってましたね。まあこれちょっと紹介してるんですけれども、まあちょっとね、デザート RC さんのですね、このスタイルですね、この感じね、かっこいいですよね。で、これをですね、ちょっと真似てですね、ちょっとこのワーゲンオフローダーのボディをですね、ちょっと遊んでみたいなと思っているんです。そして、ですね、日本のね、ラジコンのクローラー系のショップ STEX さんにですね、J コンセプトの、タイヤとかボディっていうものが入荷したよっていう、まあ、情報をシェアしております。チーム AJ さんね、エレメントのね、代理店しているとこですね。まあ、エレメントというか、アソシエイテッドのね、代理店をしているチーム AJ さんがですね、J コンのまあ代理店もしているので、その関係でですね、タイヤ関係、それからですね、ボディ関係ですね、入荷しております。タイヤはですね、J コン、やっぱプロラインっていう人もいると思うんですけれども、実はですね、こうタスクとかですね、あとこのラプチャーとかですね、この辺結構人気あるんですよね、海外のレビュー見ると。で、まあいろんなサイズ実際はね、あるんですが、今回入荷してるのはね、ここに書いてあるだけですね。なので、これちょっとね、そんなに数はないみたいなので、結構早い者勝ちかなと思うので、特にね、このタスク、あとラプチャーはちょっと僕欲しいなと思っております。ボディもね、J コンボディはですね、プロラインに比べてね、価格も安いです。日本価格も安くなってますんで、こういうね、LCG とかでも使えそうなね、ボディもね、ありますので、この辺もね、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。という話と、あとエレメントのね、エンデューロ12分の1スケールのエンデューロがついに日本上陸してますね。これは気になります。ユートロンもね、入荷しましたが、これブログ公開した後ね、すぐ売り切れてしまったみたいです。そしてですね、今週の最後はこれですかね。アートフルドジャーズの新しい LCG シャーシキットパスファインダーが登場ということでですね、アートフルドジャーズですよ。と言っておきながら、僕持ってないんですけれども、前からこれはね、興味ある。多分一番興味がある LCG 系の、メーカーというとアートフルドジャーズですね。これポーランドのメーカーです。ここのメーカーね、なんかね、作るもの一つ一つがですね、すごくね、独特で、独自性があって、アイデアにあふれていて、なんかすごくセンスがあるんですよね。なんですごく好きですね。なんか真似っこをしてる感じがしないですよ。で、ここのメーカーはその LCG シャーシをもともと作っていて、グランドフォックスっていうものを作っていたんですけど、最近ね、なんかそれがね、品薄になってて、カタログからもなくなったりしてたんで、おやと思ってたんですが、このパスファインダーっていうですね、完全に新しいシャーシに、置き換えられたって感じですかね。もうパスファインダーは多分過去のものということで、多分もう出てこないんじゃないかな。こういうですね、シャーシ、割と最近多いタイプですよね。もうスキットの位置がもうかなりフロント寄りになっていて、しかもこの切り込み、えぐれ具合が激しいやつね。なんていうのかな、若干ちょっとそのコンペクローラー的なシャーシになりつつあるのかなっていう感じもしないでもないんですけれども、こういうものですね。そしてですね、これにはですね、オリジナルのですね、トランスミッションも、オプションで選ぶことができます。あとはバンキッシュのね、VRD トランスミッションを組み込むこともできるみたいですね。別途パーツ必要みたいですが、これ買う場合にね、ミッションはとりあえずいいとしてね、リンクですよね。リンク、これは絶対必須だと思います。75ドルなんですけれども、やっぱりですね、さっきのこの写真見ても、これ、ね、全体像の写真がないんで微妙なんですけど、この後ろのね、リンク長いんですよ、めちゃくちゃ。で、これ汎用品でやろうと思うと結構厳しいんですね。フロントはね、短いんですよね。なので、これはね、もうこのパスファインダー用にですね、セットになっているですね、このリンクをね、買うのがね、これは絶対いいと思います。チタン製ですね。LCG 次、なんかね、買うならね、この辺の、ちょっとね、面白い海外製のものを買ってみたいなと思っています。と
ということでね、今週はこんな感じでした。春、ね、本番ということでですね、昨日僕はですね、秋葉原に行ってきました。スーパーラジコン行ってですね、いろいろちょっと見てきたんですけれども、欲しいものね、結構あったんですけども、散歩のね、一番初めに立ち寄って、これからね、10キロ以上歩くっていう予定だったんで、ちょっとね、こういうちっちゃなものしか買わなかったんですけれども、今度ね、車で押しかけてですね、なんか大きな、ね、キットとかね、ちょっとね、買ってみたいなと思いました。ということで、来週また、できればですね、皆さんお会いいたしましょう。それではさようなら。